はい、皆さんこんにちは、ゆかです。本日の動画は実用日本語10です。実用日本語シリーズでは日本人同士の自然な会話からよく使う表現が学べます。今日のテーマはチケットを購入するです。今回の動画は名古屋で撮影しました。私と窓口のスタッフは事前にセリフを用意していません。日本人同士の自然な会話です。そのため最初は少し難しいと感じる方がいるかもしれませんが大丈夫です。今日の動画を最後まで見れば全部わかるようになりますよ。重要なフレーズや単語については途中で解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは今日の練習の流れを説明します。これまで実用日本語シリーズを見たことがある方は、この説明の部分は飛ばしても構いません。直接練習から始めてください。まず最初に、日本語の字幕がない動画を一度見ます。この時、日本語の表現が全くわからなくても構いません。全体の流れを把握してください。次に私から重要なキーワードを10個提示します。次にその10個のキーワードに注目してもう一度同じ動画を見ます。この時1つ2つの単語が聞き取れると思います。その後重要なセリフや単語について私から解説します。続いて日本語の字幕がある動画を一度見ます。すでに重要な表現について勉強したので、日本語の字幕がある状態であれば全ての内容がわかるんじゃないかなと思います。そして最後に日本語の字幕がない動画をもう一度見ます。最初に字幕がない動画を見たとき全くわからなかった方も、最後に字幕がない動画を見たときにはある程度理解できるはずです。こうやってだんだん日本語の会話が聞き取れるようになる過程をぜひ経験してください。それでは早速始めましょう。はい、それでは練習を始めましょう。今回の動画は名古屋で撮影しました。私は入場チケットを購入するために窓口へ行ってスタッフの方と話をします。それでは早速見てみましょう。すいません、大人1枚お願いします。クレジット使えますか？ごめんなさい、ちょっともう今現金でお願いしております。わかりました。はい。ごめんなさい、おいくらでしたっけ？1人ですよね。はい、500円です。500円。はい。じゃあ1000円からお願いします。500円のお会計。はい、ありがとうございます。どうでしたか？何か聞き取れた単語はありましたか？ではここで私から重要なキーワードを10個提示します。こちらです。大人1枚500円、クレジット、現金、おいくら、お一人、1000円、お預かりします。お返しです。それではこのキーワードに注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。すいません、大人1枚お願いします。クレジット使えますか？ごめんなさい、ちょっともう今現金でお願いしております。わかりました。はい。ごめんなさい、おいくらでしたっけ1人ですよね。はい、500円です。500円。はい。じゃあ1000円からお願いします。500円のお会計。はい、ありがとうございます。どうでしたか？何か聞き取れた単語はありましたか？では続いて一つ一つのセリフについて確認しましょう。重要な部分は私から解説します。まずは私がスタッフに話しかける場面です。すいません、大人1枚お願いします。すいません、大人1枚お願いします。
最初のすいませんというのは話しかけるときによく使われる表現です。すいませんとすみませんは同じです。話すときには私はよくすいませんと言います。すいません。大人1枚お願いします。すいません。大人1枚お願いします。何かを注文するとき、購入するときにはこのような順番で言います。物、数量、お願いします。今回の場合はチケットの種類を前に置きました。大人のチケットです。でもチケットの部分は省略して言わなかったので、大人1枚お願いしますというふうになりました。すいません。大人1枚お願いします。すいません。大人1枚お願いします。この1枚というのは薄いものを数えるときに使います。例えばチケットとか CD とか紙とかそういった薄いものは枚を使います。すいません。大人1枚お願いします。すいません。大人1枚お願いします。続いてスタッフの方が金額を提示しました。はい、500円です。すいません。大人1枚お願いします。ここは比較的簡単ですね。金額のこの数字さえ聞き取れれば問題ないと思います。500円です。すいません。大人1枚お願いします。その後私はクレジットカードで支払いをしたかったので、このように聞きました。クレジット使えますか？クレジット使えますか？ごめんなさい、ちょっともう今現金でお願いしております。わかりました。はい。ここでのクレジットというのはクレジットカードの省略です。クレジットカードの省略の仕方はクレジットまたはカードと言います。私は両方よく使います。この時はクレジットと言いました。クレジット使えますか？クレジット使えますか？ごめんなさい、ちょっともう今現金でお願いしております。わかりました。はい。使えますかというのは動詞の使うの可能形使えますの後ろに疑問のかをつけた形です。使えますか？クレジット使えますか？ごめんなさい、ちょっともう今現金でお願いしております。わかりました。はい。その後スタッフの方はこのように答えました。ここは少し長いです。ごめんなさい。ちょっともう今現金でお願いしております。クレジット使えますか？ごめんなさい、ちょっともう今現金でお願いしております。わかりました。はい。実はこの時閉館時間の30分前でした。もうすぐ閉館するので、もしかしたらスタッフの方は閉館のための準備、例えばクレジットカードの機械をもうオフにするとか、いろいろなお金の計算をするとか、そういった閉館の準備を始めていたのかもしれません。それで今回はちょっともう今と言いました。もし単純にこの施設がクレジットカードを全く受け付けていない場合は、ちょっともう今というセリフは出てこないはずです。ただ、使えませんとか、現金でお願いしますとシンプルに言いますね。でも今回はちょっともう今と言ったので、おそらく普段は使えるけど、今は使えない。なぜならもう閉館の時間が迫っているからということだと思います。ごめんなさい。ちょっともう今現金でお願いしております。クレジット使えますか？ごめんなさい、ちょっともう今現金でお願いしております。わかりました。はい。最初のごめんなさいというのは謝るときに使う表現です。他にも謝るときに使う表現は例えばこのようなものがあります。申し訳ありませんは店員さんがお客さんに対してよく使う表現です。非常に丁寧な言い方です。申し訳ありません。それから申し訳ございませんというのもあります。これはありませんの部分がございませんに変わった形で、やはり丁寧な表現です。
申し訳ございません。そしてすみませんというのは非常に便利な表現ですね。謝る時にも使えますし、店員さんを呼ぶ時にも使えます。例えばレストランでちょっと注文したい、または何か要求があるという時に、すみませんというふうに言います。それから今回の動画にも出てきたように、話しかける時に最初にすみませんまたはすいませんということもあります。とても便利な表現ですね。今回のスタッフさんはごめんなさいと言いました。ごめんなさい。ちょっともう今現金でお願いしております。クレジット使えますごか？めんなさい、ちょっともう今現金でお願いしております。わかりました。はい。後半の部分の現金でお願いしております。現金は問題ありませんね。お札とかコインを使うこと、現金ですね。そしてお願いしております。この部分は丁寧な表現です。簡単な言い方だったらお願いしていますです。で、いますの部分がでおりますに変わりました。現金でお願いしております。クレジット使えますごか？めんなさい、ちょっともう今現金でお願いしております。わかりました。はい。もう一度全体を話すと、ごめんなさい。ちょっともう今、現金でお願いしております。クレジット使えますか？ごめんなさい、ちょっともう今現金でお願いしております。わかりました。はい。そしてその後、私はこのように答えました。ああ、わかりました。クレジット使えますごか？めんなさい、ちょっともう今現金でお願いしております。わかりました。はい。この後、私は突然さっき言われた金額を忘れてしまったので、このようにスタッフの人に聞きました。ごめんなさい。おいくらでしたっけ？ごめんなさい。おいくらでしたっけ？一人ですよね。はい500円です。 500円。はい。おいくらでしたっけ？ここがこの会話のポイントですね。いくらというのは金額を聞くときに使う疑問の形です。いくら。円だったら何円と同じですね。そしていくらの前に丁寧のおをつけておいくらと言います。おいくら。ごめんなさい。おいくらでしたっけ？一人ですよね。はい500円です。500円。はい。この丁寧のおは何円の前には使わないので注意してください。お何円とは言いません。おいくらだけです。そしてこの後半の部分。でしたっけ？これは話し言葉でよく使われる表現です。自分が以前聞いた情報を今ちょっと忘れてしまった、不確かな状態になったという時に確認します。その確認の時に使う表現です。おいくらでしたっけ？ごめんなさい。おいくらでしたっけ？一人ですよね。はい500円です。500円。はい。今回はでしたの形ですが、もっとカジュアルに言う場合はいくらだっけになります。いくらだっけ。この何々だっけでしたっけというのは以前に聞いた情報を今ちょっと忘れてしまったので確認しますという時に使います。おいくらでしたっけ？ごめんなさい。おいくらでしたっけ？一人ですよね。はい500円です。500円。はい。この何でしたっけの前の部分には疑問詞だけではなく具体的な数字を入れてもいいです。例えば今回の場合500円ですね。私は500円だったかな、600円だったかなというふうに自分の中である程度の仮説がある場合はその仮説を入れてもいいです。500円でしたっけ、600円でしたっけ、このように使えます。今回私はいくらという言い方を使いました。おいくらでしたっけ？ごめんなさい。おいくらでしたっけ？一人ですよね。はい500円です。500円。はい。その後スタッフの方はこのように言いました。お一人ですよね。500円です。ごめんなさい。おいくらでしたっけ？一人ですよね。はい500円です。500円。はい。実はスタッフの方のこの返答の部分にも確認の言い方が使われています。この最後のよねの部分です。さっき私は大人1枚と言いました。
なのでスタッフの方は私に対して1人ですよねというふうに人数を確認しました。そしてその後に金額を再度提示してくれました。500円です。全部つなげると、お一人ですよね。500円です。ごめんなさい。おいくらでしたっけ？1人ですよね。はい。500円です。500円。はい。そして私は言われた金額を復唱しました。500円。はい。ごめんなさい。おいくらでしたっけ？1人ですよね。はい。500円です。500円。はい。そして私は1000円札を相手に渡しながらこのように言いました。1000円からお願いします。じゃあ1000円からお願いします。500円の。はい、ありがとうございます。するとスタッフの方はこのように答えました。ここはちょっと長いです。1000円お預かりします。500円のお返しです。ありがとうございました。じゃあ1000円からお願いします。はい、ありがとうございます。お預かりしますというのは謙譲語です。これは敬語の一種です。お何々しますの形を使っています。他にもお預かりします、お持ちします、お手伝いします。このように動詞のます系のますを取った形を真ん中に入れます。今回の場合だったら預かりますのますを取って間に入れました。お預かりします。お預かりします。じゃあ1000円からお願いします。はい、ありがとうございます。1000円お預かりします。じゃあ1000円からお願いします。はい、ありがとうございます。そしてお釣りを渡すときに500円のお返しですと言いました。500円のお返しです。じゃあ1000円からお願いします。はい、ありがとうございます。お釣りを渡すときはいろいろな言い方があります。例えば、500円お返しします。お釣りは500円です。500円のお返しです。店員さんによっていろいろな言い方があります。でも基本的にはお釣りとかお返しするとかこのような表現が使われます。今回の場合はお返しですと言いました。500円のお返しです。じゃあ1000円からお願いします。はい、ありがとうございます。そして最後に感謝の言葉、ありがとうございましたと言いました。全部つなげると、1000円お預かりします。500円のお返しです。ありがとうございました。じゃあ1000円からお願いします。はい、ありがとうございます。そして私も相手に感謝の言葉を伝えました。はい、ありがとうございます。じゃあ1000円からお願いします。はい、ありがとうございます。はい。それでは今度日本語の字幕がついた動画を一度見てみましょう。今重要な表現について勉強してきたので、ある程度内容がわかるはずです。挑戦してみましょう。すいません。大人1枚お願いします。クレジット使えますか？ごめんなさい、ちょっともう今現金でお願いしております。わかりました。はい。ごめんなさい。おいくらでしたっけ？1人ですよね。はい。500円です。500円。はい。じゃあ1000円からお願いします。はい、ありがとうございます。どうでしたか？何か聞き取れたフレーズはありましたか？では最後に日本語の字幕がない動画を見てみましょう。最初に字幕がない動画を見たとき全くわからなかった方も今何か聞き取れるフレーズがあるはずです。ぜひ挑戦してみてください。では見てみましょう。すいません。大人1枚お願いします。クレジット使えますか？ごめんなさい、ちょっともう今現金でお願いしております。わかりました。はい。ごめんなさい。おいくらでしたっけ？1人ですよね。はい。500円です。500円。はい。
じゃあ1000円からお願いします。500円のお買いはい、ありがとうございます。どうでしたか？どれぐらい聞き取れましたか？それでは続いて、チケットを購入するときによく使うその他の表現をご紹介します。まずはチケットの種類です。チケットを購入するとき、年齢によって金額が異なる場合があります。その分類でよく使われるキーワードはこちらです。大人、子供、学生、老人、シニア、障害者。老人とシニアは同じ意味です。最近、老人よりもシニアの方が使われることが多くなりました。それからチケットの数え方は枚を使います。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚。なので例えば、大人1枚、子供2枚お願いします。このようにスタッフの方に話します。また、チケットに関連してこのような表現もよく見られます。有料、無料、半額、30% オフ、3割引。例えば、学生は半額ですとか、10歳以下のお子様は無料ですとか、このようなチケットの金額についてもいろいろな表現があります。はい、皆さんいかがでしたか？本日はチケットを購入するときに使う表現についてご紹介しました。難しいと思ったところ、聞き取れなかったところはぜひ何度も繰り返し見て、聞いて練習してみてください。5回、10回、20回と聞いたら必ずわかるはずです。次に日本へ来た時にぜひ日本語でチケットを購入してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今天我想问你一个问题，您的人生目标是什么？其实我的人生目标一直没变。我想最后的瞬间回顾人生说，啊，楽しかった。所以我想让自己经验更多好玩的事，想让自己看更多美丽的东西。有没有和我一样想的人？人生は短く、世界は広い。我们的每一刻时间都很重要，想做就做，想去哪里就去哪里。如果你的想做的事情是学习日语，和日本人沟通，那我可以帮助你哦。接下来我来介绍一下我和大新影音网合作的线上日文课。无论是在去日本旅游、工作或和日本朋友交流时，我们的线上课程非常有帮助。我们的线上课程的特色是从最基本的文法到敬语，总共有228堂课。课程包含例句、绘画、单字，全方面打好基础。随时随地用手机、电脑回放学习，有利于反复练习。一次购买，无限次观看，永不过期。Yuka 结合了自己的教学经验，带来了最重要的基础文法，从最基础的文法开始，破解日本文法结构的秘密，带入例句、生活绘画跟单字，还会加入老师亲身经验的日本文化小知识，让大家更清楚这些语法的实际的运用。我们特意将每堂课的时间都用化整为零的方式拍摄，设计为5到10分钟左右上完一堂课，可以让同学们自由依据空闲的时间，不管是搭车通勤或短暂的休息时间，都可以无缝的上课。反复听、反复说也是提高语言能力的关键之一。每天10分钟、15分钟也可以。希望大家反复听我的教学影片，养成语感。如果有兴趣的话，也可以分享给朋友知道哦。一緒に頑張りましょう。